三浦久則の防災教室です。今日は第13回目ということです。これまでですね、南海トラフ巨大地震はということでいろいろお話をしてきましたけれども、今回から被害についてお話をしたいというふうに思います。まずは全国の被害の様子から話したいと思いますが、その被害想定をするためには、地震、津波、これがどう起こるかということを考えなければいけません。そのためにまずですね、南海トラフの巨大地震モデル検討会、これは内閣府に設立されまして、来るべき南海トラフ、どういうケースを考えなければいけないかということが検討されまして、結果的にですね、この東日本大震災が起こる前の東海地震、東南海、南海地震がどのように起こるか、基本的な検討がされております。それをベースにですね、想定外が起こらないようにということで、かなり広い範囲を今回の南海トラフの巨大地震のモデルというふうに考えています。で、その中でですね、この緑のところはですね、非常に強く地震動が出るというところなんですけれども、これが標準的なタイプで、あとこの強い地震が東側によるケース、逆に西側によるケース、そして、危険な場合を考えて陸側によるケース、この4つのケースをですね、考えて、地震動を具体的には震度をですね、求めています。その結果がですね、こういう図として与えられております、求められておりますが、これは巨大地震の震度分布ということで、先ほどの4つのケースの一番陸側にですね、強い揺れがいくという、そういう場合ですね。他にも残り3つのケースもございます。それから次はですね、津波なんですけれども、津波についてもですね、いろいろな場合を想定する必要があります。津波によって海底がどこが一番よく動くかということで、実はですね、5ケースプラス2ケースプラス4ケースということで、合計11ケースをですね、考えて、この津波がですね、どうやってくるかということが検討されています。詳細はこの内閣府のホームページを見ていただければと思いますが、その中の一つがですね、非常に危険な場合ということがこれなんですけれども、これ見ていただきますと、これが海岸線なんですけれども、ところどころこの黒いところがあります。これ20メートルを超える津波の高さということですね。それから四国もですね、10メートルから20メートル、局所的には30メートルを超えるところもありましたけれども、基本的には非常に広い範囲にわたって非常に高い津波がやってくるということが結果として分かっています。これは最悪の事態ですから、現実にこの通りになるということではないんですけれども、こういう場合も考えておく必要があるだろうということですね。そしてこういう震度、それから津波の高さ、こういうものに対してどういう被害が起こるか、これは非常に複雑な計算をするんですけれども、いくつかの前提を設けまして計算されています。で、実はいつ地震が起こるかによって被害が随分様子が変わってくるんですね。よく行われますのが冬の深夜、これはよくみんながよく寝ているという時ですね。阪神・淡路大震災はこれに相当します。それから夏昼の12時、これは多くの人が動いていると。そして夏ですから海水浴客が多いと。あるいは12時ということですから昼前に火を使っている。そういう悪い条件が重なった場合を考えております。これは関東地震、関東大震災がこれに相当します。それから冬の夕方18時、これは火がたくさん使われているとかですね、あと夕方ですから多くの人が駅とかいろんなところに集まっていると、鉄道もですね、道路もほぼラッシュだろうということで非常に混乱が起こりうる状況ですね。こういう典型的なシーンを想定しまして被害想定が行われています。で、その結果、途中いろんなことがあるんですけれども、
端的に言いますと、建物人的ライフラインの被害っていうのがありまして、例えば強い揺れによる建物の被害ですと60万戸から134万戸ぐらい壊れるっていうんですね、全壊がですよ。で、亡くなる人が最悪の場合ですね、3.8 から 5.9 万人と、あと津波による建物の被害、これも十数万戸、津波による亡くなる方が10万人から20万人という非常に多くの人がですね亡くなる可能性があります。またさらには火災も起こりますと、他にも土砂災害とかいろいろあるんですけれども、合計ですね、建物の全壊が80万戸から、最悪の場合226万戸、亡くなる方もですね15万人以上から30万人になると。そして要救助者、これは家に閉じ込められてですね救助を待っている人、16万人から27、8万人と、非常に大変な被害が起こるということが分かります。またライフラインにつきましてもありまして、電力もですね2400から2700万戸が停電すると。で西日本はですね電力供給の能力が需要の 50% ぐらいになってしまうという、そういう予測もされておりますし、固定電話もですね800万から900万回線が普通と、それから固定電話携帯電話もですね 90% 規制、これは1割しか使えないということになります。あとインターネットもですねいろんなところで使えない。上水道もですね2500万から3000万人が断水と、あるいは下水道も使えなくなるとかですね、都市ガスも50万から180万、こういう大変な被害が起こる想定されているわけです。これに対しましてですね、先週最後にお話ししましたように、日本全体で国を挙げて都道府県を挙げて市町村を挙げて、そして企業を挙げて、そして地域を挙げて個人を挙げて、日本人全体で対応しなければですねこれに対して対応ができないということになります。いろんなところでその準備がされておりますけれども、まだまだその道半ばまで行ってないというふうに思います。次回以降はですね少し山口県を例にとりましてもう少し詳しく被害の様子程度ということを説明していきたいというふうに思います。